やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、KB イヤーのインク、ダイヤモンドライクカーボン振動板を採用した、1ダイナミックドライバのシンプルなイヤホンだ。このブランドでこの形の商品はすでに KB イヤーから発売されていて、ダイヤモンドライクカーボン振動板を採用しているから、ダイヤモンド、というなんともわかりやすい機種がある。今回登場したインクは、ダイヤモンドのリファイン版、といった立ち位置なんだろう。ダルマオーディオ強力のハウジングはよくできているんだけど、現在、購入者から問題点が指摘されてる。ただ、これに関してはすでにメーカーが把握していて、改善の動きが始まってるので、続報が出るのを待とう。うちに来たモデルは、接着などの組み立てには問題ないものの、フェイスプレートには明らかにスクラッチ傷が多く入っていて、品質問題を抱えているのを確認したぞ。それから、個人的にちょっともったいないな、と思うのが、フェイスプレートの印刷品質だ。インクは1枚の絵柄をプリントしたシールのようなものが内部に収まって、その上にレジンを盛られたタイプのフェイスプレートなんだけど、このプリントの品質が悪くて、家庭用プリンタで出力した画像みたいになってしまっている。具体的に言うとインクの粒が粗くて、全体的に肉眼でもインクの粒子の粗さによるグラデーションのあれが確認できちゃうんだよな。この2点を除けば、しっかりダルマ製のハウジングは機能を果たしてる。故に、メーカーの対応に期待したいところだ。装着感は良好、耳掛けイヤホンとしては小柄な部類で、しっかりと全体が金属で作られたハウジングは、何度も他のイヤホンに採用されている、扱いやすいものだ。内部には 8.8mm のダイヤモンドライクカーボン振動板、カーボン系の振動板は高音域の反応が良く、全体的にスピード感のある音が出るんだけど、このハウジング、かなり重量があって、しっかりと余計な振動を抑えてくれそう。付属品はケーブル、イヤーピースが2種類、オーロラなどにも付いてたものと同じイヤピだ。ケーブルはしっかりとした太さの黒い被膜のもので、取り回しやすい。ケースもしっかりとしたものが付属してくる。本当にフェイスプレートの問題以外は、1万円を割るイヤホンとしてとてもしっかり作られてるんだよな。と、外装についてはこんな感じ。見た目に関しては基本的に、ダルマオーディオのハウジングを使った、高級機と遜色のない仕様なんだけど、フェイスプレートのみ、要改善、といったところだな。あ、そうそう、リケーブルは2ピン端子。本家ダルマと同じで、埋め込みが存在しないタイプだ。音色についても見ていこうか。このイヤホンのドライバは、8.8mm のカーボン系、ということは、高音がよく突き抜けるのかと思いきや、あれ？あんまり高音が鋭くない？同じダイヤモンドライクカーボンを採用している上に同じハウジングを採用していた、ダイヤモンドは、エイジングするほど高音が馴染んでいくイヤホンだったんだけど、インクはほぼほぼ同じ条件のはずなのに、ダイヤモンドに対して、エイジング前の高音がより落ち着いた状態になっている。ここからエイジングツールを1回通すと、本来のカーボン系らしい、引き立った高音が楽しめるようになった。このエイジング後の状態で、エイジング後のダイヤモンドより、高音はうまく制御されているように感じるな。普段、DLC の振動板を採用したイヤホンを視聴する場合、今まではほぼ100、引き出しの高音が一番鋭かったので、この傾向は意外だった。もしかしたら僕の手持ちの個体だけなのかも。というわけで、エイジング完了後に聞いてみると、よく高音が引き立って、スピード感のある、気持ちの良いカーボン系の音色が楽しめるぞ。ダイヤモンドには若干音色に粗さが残ってたんだけど、チューニングがこなれたインクの方が、より完成度が上がったように感じる。ダイヤモンドは、当時のライバルに比べれば、価格帯音色で優れていたように感じるんだけど、インクで仕切り直したことで、2022年水準の、最近ポコジャカ挨拶みたいに星5評価を出してる低価格1ダイナミックドライバ界隈でも、トップクラスの完成度に引き上げられた印象だな。音色については文句なし。感触系。スピード感重視、低音もしっかりダイナミックドライバらしく量感のある鳴り方。でも、あんまり残響がなく、さっぱりとした鳴り方という印象で、近年のより解像感の高い、デジタルで編集された楽曲とかで、ハキハキと音を鳴らしてくれる。また、ダイヤモンドで感じられた高音域の一部のやりすぎ感が減少していて、さっぱりした気持ちでジャズやクラシックを聴きたい時にも、十分対応できる音色になっていると感じたぞ。せっかくフェイスプレート以外ほぼ同じで、別の振動板を使っている、ダルマオーディオの T500 Pro があるので、比較してみたんだけど、T500 Pro が、若干感触に振った、スタンダードな1ダイナミックドライバなのに対し、このインクは、よりキラキラとした高音を持つ、硬い振動板らしいはっきりとした鳴り方が魅力だ。ダイヤモンドの弱点をしっかりと潰しつつ、ダイヤモンドより価格を下げた、がっつりアップデート版、というのが音から感じる感想だった。音色を分解してみよう。
高音域、ここが一番特徴があるように思う。金属音は気持ちよく聞こえてくれて、それ以外の弦の音なんかもシャープだ。全体的に音色が切り分けやすく、気づきにくい音にも気づかせてくれる。感触系のハイブリッドなんかに近いような分離感で、くっきりと明瞭で高質な音が好きな人におすすめだ。バランスとしてはボーカルがあまり下がっておらず、高音から引き続き音色がきっちりと分かれて聞こえてくれるので、しっかりと聞き込みたい、軽快な音色のアニソンなんかも聞きやすい。レトロな音源でも、特定の違和感なんかを強調しないで、しっかりと分離感が際立った鳴り方をするので、リマスター感のある音が楽しめるぞ。女性ボーカルの刺さりやすい音なんかは、金属音の鋭さに比べるとだいぶ落ち着いてるように思う。ダイヤモンドではここが刺激的すぎることも多かったから、ここが一番最初に感じる改善点じゃないだろうか。全体的に深い音に配慮しつつカリカリに仕上げた音色、という感想だな。サブベースはそれほど強くない、が、十分。カーボン系ドライバのイヤホンはどれも低音が強烈すぎないモデルが多いけど、インクもその部類だ。ただ、鳴らすのを諦めきっているわけではないので、単体で聴けばきちんと違和感なく低音も楽しむことができる。あくまで、最近多い20時期モリモリマッチョイヤホンに対しては少ないだけで、十分、という認識でいいと思う。むしろ、このインクの高音とマッチョな低音を組み合わせたイヤホンとなると、よりでかいドライバと20時期回路で武装した、DFZ のライブさんなんかが浮かんでくるな。あれはかなり極端だけど、インクは低音までバランスが取れてるのでいろんな曲に利用できるぞ。明細な改造感を楽しませるためか、音空間はそこまで広くない。ただ、高音は完全に抜けているので、狭さや天井の低さを感じることは全くないな。耳元でできる限り減衰させないで、カリカリの感触を楽しませよう、という印象を受ける一台だ。それを裏付けるかのように、最初に本体についてるイヤピが S サイズなんだよな。というわけで、インクは、精密なハウジングと、ダイヤモンドライクカーボンで話題になった、ダイヤモンドの完成度をさらに一段高めつつ、価格を抑えた嬉しいモデルだ。ただ、その要求が高すぎたのか、現在は製造工程に問題があるようで、フェイスプレートの傷などの品質問題が発生してる。この問題のレポートが公式から出たら、感触イヤホンがお好きな人に、手放しでおすすめできる一本だ。金属音が力強く、どんな曲でも明瞭に鳴らすことができる。女性ボーカルも問題なく調整されていて、このあたりがダイヤモンドから一番進化したところなんじゃないかな。逆に、音源に不備があると、そっくりそのまま素直に鳴らしてくれるので、実力を発揮するには、しっかりミックスされた音源が必要になるだろう。本当にフェイスプレートの印刷品質と傷がなければ、もっと華々しいスタートを切れたんじゃないかと思う。品質の改善が楽しみだな。と、こんなところだな。外装問題でぐったりした後に聞いてみたら、かなり音が柔らかかったので、あれ？本当にカーボン？と思ってたけど、もう一手間かけないと高音が綺麗に出てくれなかった。結構難しいイヤホンではある。ただ、一度エイジングした後は、カーボン系振動板の気持ち良いところが最大限出てくるので、ぜひ、エイジングしてから評価してみてほしいな。本当に音質は素晴らしいので、あとは KB イヤーのレポートを待つばかりだ。といったところで今回はここまで。